スイフトスポーツ ZC33S は2025年で生産終了になりましたが、このタイミングでまさかの新作リアスポイラーが登場し、実は発売直後に速攻で予約してやっと取り付けが完了したので、見た目の変化や実際の機器など徹底的にレビューします。ということで今回新たに発売になったのが、三重県にあるガレージフラックスさんの新型リアスポイラー。こちらの羽は僕がスイスポを2019年に買った時に雑誌で紹介されているのを見て、当時トラスとかガレージフラックスさんのリアスポイラーのどっちにするか2択でめっちゃ迷ってた羽になりまして、実は一度生産終了になって今年復活した伝説の羽です。僕はこれまで純正な見た目のスイスポに乗ってましたが、実はだいぶ昔にスイスポのオフ会に初めて行って、たまたま来てたとあるメーカーが新作の羽を会場で発表して、その場で買えば会場限定で割引になると言われ、その当時まだ YouTube 始めたばっかりで話題になってバズるかなと思って、正直大して欲しくなかったけど勢いでそのメーカーの羽を買って取り付けてたんですけど、実はその取り付けた羽が製造段階からの初期不良で、取り付けたら塵が1センチ以上ある、羽がガタガタで内部に水がバケツレベルで溜まったりと、いろいろとひどすぎたので結局取り外して純正戻しするのに合計で30から40万円以上かかった嫌な経験があるので、正直羽に関してはトラウマ抱えてたんですが、7年前にスイスポ納車した時に欲しかった羽が復活したと聞いて速攻で買った羽になります。今回は実際に三重のガレージフラックスさんまで行って塗装から取り付けまで全部やってもらいましたので、早速どんな感じかお伝えすると、まず羽ですが未塗装か色指定して塗装をお願いすることもできます。値段は僕の場合ブラックで塗装までお願いしたので全部で7万1000円でした。また取り付け費用ですが、ガレージフラックスさんまで来れる方は取り付け費用無料で取り付けていただけるので、三重まで行ける方は行った方が間違いなくおすすめ。これまでに何千本とリアウイング取り付けてきた羽を手作りしているメーカーの人に直接取り付けてもらうのが仕上がりは間違いなくいいです。取り付け方は両面テープと純正羽に穴開けてビスで固定。簡単に取り付け手順を紹介すると、まずは純正の羽を脱脂してから取り付け位置を確認します。両サイドとも均等になるよう定規使って左右均等になるようにして、位置決めできたらマスキングテープで位置がずれないようにマークします。そしたらあとは羽に貼ってある両面テープを少しだけ剥がして取り付けですね。ここでずれると見た目がよろしくないので、左右均等になってるかしっかりと確認して貼ります。貼った後に位置が問題ないか最終的に確認できたら、あとは電動ドリルでビスを打ち込みます。片方ができたらもう片方もネジ打ち込んで、あとは残ったテープを引っ張って全部剥がして手で1分ぐらい押さえて取り付け完了ですね。正直羽の取り付けって2時間ぐらいかかるかなと思ってたんですけど、実際15分ぐらいで終わりました。ガレージフラックスさんはこれまでに何千本と羽を取り付けて慣れてるので、三重に来れる方はお店行って取り付けてもらう方が間違いなく仕上がりは綺麗になるかなと思います。取り付けの時は左右のバランス調整などもあるので2人以上で作業してください。そしてこれが取り付けた後の見た目。純正プラスアルファみたいな無駄に大きすぎず感じのサイズ。簡単に言うと小さめのダックテールみたいな感じですね。リアスポイラーつけたいけどめっちゃ大きいのはいらんし、純正の見た目が好きな方はこれめっちゃいいと思います。今回僕は黒にして、このサイドのピアノブラックのパネルと色を合わせてみました。僕のスイスポは全体的に未塗装樹脂をピアノブラックに全て置き換えてるので、そのブラックと合うかなと思ってツヤありの黒にしましたが、バランス的にいい感じやなと思います。これがファイナルエディションの方だとルーフが初めから黒いので、さらに一体感出て小さめのダックテールのような感じになるかなと思います。そして下から覗くと若干元々の青色がラインのように見えるので、取り付けてほんと正解でしたね。やっぱり自分の好きなのを取り付けるのが絶対にいいので、 SNS でバズりそうとか考えて欲しくもない羽を買ったらダメですね。直感で決めるのが一番いいです。それぐらいめっちゃ気に入ってます。またこちらの羽ですが、 FRP パーツによくある塵が悪い問題もこの通り、もう完璧に綺麗で変な隙間とかも一切ないので、知らん人が見たらメーカー純正オプションと勘違いするレベルの仕上がりです。前に取り付けてた僕が嫌いなとあるメーカーの羽とはクオリティが全然違うので、塵を気にする方もガレージフラックスさんなら安心できます。また社長に直接話を聞きましたが、社長もサーキット走ったり車が好きなので、塵が悪かったり塗装の巣穴が多いとか FRP に多い問題は知ってて、せっかく物を売るならこだわって作りたいので、その辺は妥協せずにしっ
かりといい羽になるよう一本一本手作りしているとおっしゃっていて、車が本当に好きな人が作るメイドインジャパンの品質なので、僕が前に買った羽みたいに嫌な思いすることもないです。本来ならこれだけでも全然いいんですけど、やっぱり僕の場合ボディの研磨とガラスコーティングをしてどのスイスポよりもツヤツヤを維持しているので、この羽を取り付けた1ヶ月後ぐらいにいつもお世話になってる大阪の枚方にある磨き職人のお店ディテールファクトリーに行って取り付けた羽の磨きと部分コーティングをやってもらいました。これがまだ磨く前の羽なんですが、やっぱり黒って洗車するとすぐに小傷が入ってしまいます。実はこの羽取り付けてからコーティングまでに2回ぐらい洗車したので、やっぱり小傷はついてましたね。こういう風に室内でライト当てると小傷が見えてしまいます。まあ普通の人はそんなに気にならないですが、室内のライト当てた環境で磨き職人が見るとやっぱり傷入ってるってのがわかるみたいです。なのでコーティングを塗る前にしっかりと磨きの作業が必要です。こういう風にひたすらポリッシャーという道具で磨いて小傷を完璧に消していきます。そうするとやる前は少し白っぽくなってたのが磨きだけでツヤツヤの黒になります。小傷を完璧に消してツヤツヤになった状態でコーティング塗るともう完璧ですね。そして今回部分施工に使うガラスコーティングがルミナスのダイヤモンドプロ。これでコーティングすることで小傷をつきにくくして多少の傷なら自己修復するといった最新のガラスコーティング、これを塗ってもらいガレージフラックスさんの羽を完全タイまで仕上げてもらいます。そしてこれが完成したリアスポイラー。もう完全にツヤツヤでボディと同じレベルにツヤ感がマッチしましたね。今回のガレージフラックスさんの羽はトラストの羽や他の羽と比べるとかなり小さくて純正プラスアルファな感じがかなり気に入ってます。これだけ小さいとダウンフォース効くのと思う方いらっしゃると思いますが、僕が浜松に住んでた時によくスイスポ乗ってる人たちと月1ぐらいで集まってプチオフみたいなのしてた時に、フラックスさんの羽は実際に効くからと評判で、その人はサーキットガチ勢の方でしたが、その人がめっちゃおすすめしてまして、実際僕も取り付けてから高速道路を走ってみましたが、80キロ超えたぐらいからなんかハンドルのふらつきが少なくなって直進が安定して、多少の横風でもふらつかなくなったので、しっかりとダウンフォースが効いて効果はあると思います。これはトラストのリップもついてたので、前後でバランスが良くなって安定感がさらに上がったのもあるかなと思います。ただまだサーキットを走っていなく直進が安定した以外はまだ何とも言えないので、11月の末にサーキット行くので、そこでサーキットで走った時にどうなるか様子を見てきます。まあそんなん言いましたが、僕はそんなに全力で走らないのでサーキットのインプレッションとしてはちょっと弱いと思いますが、浜松でサーキット走りまくってるかなり速い人が実際にこの羽をつけてて効果あると言っていたので、口コミベースになりますが間違いなく効く羽です。これだけ小さい見た目でその分圧倒的に軽いのに実際に効くので、大型の羽はちょっとなって方、ガレージフラックスさんの羽一度取り付けてみてはどうでしょうか。ガレージフラックスさんの羽の買い方はホームページがあるので、そこから購入する形になります。ただ一本一本職人がこだわって手作りしているため、もし注文が殺到したら納期長くなるかもなので、そこはお店の人に相談してみてください。ガレージフラックスさん以外のトラストの羽などスイスポに人気の羽も参考までに動画の下にある概要欄にまとめておきますので、いろいろと比較してみて自分のスイスポに合った羽を見つけてもらえたらなと思います。羽選びの選択をミスると僕みたいに嫌な思いをすることあるので、オフ会で限定割引で安くなってるから買うとか勢いでは絶対に買わずに、しっかりと全メーカーの羽を見て自分に合ったのを買ってみてください。こちらのチャンネルではスイフトスポーツや買って間違いないカー用品動画を定期的に公開していますので、この動画が参考になったなと思っていただけたらぜひ何でもいいのでコメントいただけるとやる気上がるのでよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。